はい、アライブ鈴木社長よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はグラチャンに出場する大輔君についてお伺いしたいと思います。はい、仕上がりはどうでしょうか。いいです。今2週間前ですけど、はい、バッチリいいですか。前回すごい激闘でしたよね。はいはい。すごい戦いあったなと思うんですけど、今回なんかキルギスに修行に行ってすごく話題になってますけど、はい、話題になってますね。ね、再生回数も伸びて、はい、でなんかキルギス流で戦うみたいなことを本人は言ってますけど、そこら辺のことを社長に聞きたいなと思ってまして、どうでしょう。はい、そうですね、正直言って、去年のライジン名古屋大会まではうまい選手だったんですね。やっぱりあれきっかけでライジンでの勝利から、強い選手になってきて、でグラチャンのタイトルマッチで本当に一皮二皮向けて投手が前面に出て、でそのタイミングで正直日本でいうとちょっと古い練習、努力と根性量というキルギスを体験して、本当に強くてうまい選手に変わってきたなと思います。なるほど、強くてうまいですね。はい、なんか私ライジンも見に行ったしグラチャンも見に行きましたけど、ライジンの時はやっぱりうまい選手でテクニックで完全に抑え込んで勝つみたいな感じでしたけど、大阪の時はすごく闘志むき出しで、そこの相手の選手もねガッツがなかなかすごくてでしたけど、次の相手空手と柔道の選手だということで、結構見てると一発もある選手だなというふうに思ってるんですけど、そうするとリスクもあるんじゃないかなと思うんですけど、そこら辺はどうお考えでしょう。いや、これやっぱり総合格闘技ってテクニックとかパフォーマンスエンターテインメントあるんですけど、やっぱり根本は戦いなんで、お互いリスクをね背負いながら殴り合って決め合うっていうのはもう本質だと思います。じゃあ以前の大輔君はどっちかっていうとうまい戦い方をする、そうですね、リスクをヘッジしたような、確実に勝ちに行くような戦い方が多かったような気がするんですけど、鈴木社長としてもじゃあ闘志をむき出しにして、キルギス流でいっても OK ということなんですね。そうですね、その中でね持ち前のねテクニックを、もともと大輔は、アマチュアを長く経験してテクニシャンなんですよ。だからそれとど根性ファイトとうまくミックスできる試合が期待してます。なるほど。最後に、鈴木社長から、大輔君のファンに向けて一言あれば。はい、総合格闘技道場アライブ代表鈴木です。大輔、ライジン名古屋からグラチャンのタイトルマッチまでこれまでと違う大輔が見れると思います。クールでね、熱くて、よく言う科学と野生の融合が見れると思うので、ぜひ熱い応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、練習お疲れ様でした。ありがとうございました。今日で、大会まで2週間ぐらい。そうですね、2週間ちょっと切ったぐらいですね。体調どうですか。体調は今のところバッチリです。あと何キロ落とさないといけないですか。あと6キロぐらいです。結構落とさなあかんですね、2週間でね。格闘家だったら全然結構普通かなというか、これぐらいの選手が多いと思います。なるほど、じゃあバッチリで良かったですね。キルギスのその後も順調で、はい、今のところ順調で。今度の選手どうですか、印象は。今度の選手は結構サウスポーで打撃がうまいイメージで、伝統派空手のような動きと、近距離のムエタイ、首相撲的なので膝がうまいなっていう印象を持ってます。今度サウスポー同士ですよね。そうですね。サウスポーの相手の経験はどうですか。1回試合であったと思います。はい、あんまりいないですもんね。そうですね、少ないですね。レギュラーの人からするとサウスポーの相手ってすごくやりづらいんですけど、サウスポー同士でどうなんですか。僕的にはそんなに練習相手もサウスポーの人アライブ多いので、
特に苦手っていう意識はないです。じゃあいいですね、違和感もなく。違和感は特にないです。じゃあよかったです。今度、宮島選手、どんな戦いをしますか、相手に。次の試合はですね、キルギスで経験してきた修行の成果を存分に発揮したいと思ってますこれちょっと試合前に流すんですけど、具体的になんか戦略みたいなものは言えるものがありますか？戦略はとにかくですね、そのキルギス授業で学んだ思いっきり強く相手をぶん殴ってテイクダウンしても強くぶん殴って、とにかく相手にダメージを与えてという戦い方をしようと思ってます。いや楽しみですよね。すごくYouTube とか SNS も伸びて、X での発信もかなりね見てる人が増えて、すごく注目されてると思うんで、ぜひ頑張ってください。じゃあ最後に、ファンに向けての一言お願いします。はい、グラチャン初の後楽園ホールでの試合となります。海外修行での成果を発揮したいと思いますので、会場、またグラチャン放送局で見れますので、ぜひ応援よろしくお願いします。楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。小林大輔の応援団の皆さん、グラチャン初の後楽園ホール大会、大輔も再度チャンピオンに向けて次の試合勝ちます。応援よろしくお願いします。します。